これでわかるハーメルンの笛吹き男。この話は実は本当にあった集団児童失踪事件が元になっていると言われています。まずグリム童話のハーメルンの笛吹き男を先にお話ししてからその謎に迫りたいと思います。ドイツのハーメルンでネズミが大量発生し、住民は被害に困っていたところ、外部から来た人がいくらかのお金と引き換えにネズミ退治をすることになりました。男が笛を吹くとネズミが集まってきて彼についていきました。そのまま男はウェザー湖に入っていき、ネズミを溺れさせ無事に退治しました。あまりに簡単にことが進んだためか、町の人は約束のお金を支払うのを渋りました。男は怒って出て行き、聖ヨハネとパウロの祭りの日に再び現れて、今度は笛で子供たちを連れて行きました。というのがグリム童話の流れです。ネズミによる害から救ってくれたヒーローのはずが喉元すぎればってやつですかね。ちゃんとお礼をしませんでした。当時、笛吹き男のような旅芸人と言われる人たちは身分が下に見られていて差別の対象ともなっていました。また、よそ者ということで正しく扱われてなかったという話もあります。町に何か不幸なことが起こって原因が明らかでないときは、すでに去ってしまった旅芸人を犯人に仕立て、それで事件は解決というようにすることもあったようです。ただ、ハーメルンで起こったことはそれでは済まされない大きな事件でした。今から700年ほど前、ドイツのハーメルンで起こった事件。15世紀に書かれたリューネブルグの写本にはこう記されています。1284年のヨハネとパウロの日の出来事である。30歳ぐらいの若い男が橋を渡り町に入ってきた。男は奇妙な形の銀の笛を持ち、町中に吹き鳴らした。すると笛の音を聞いた子供たち130人は男について行って処刑場のあたりまで行き、そこで姿を消してしまった。ネズミは出てきませんね。もう一つこの事件を証明しているものがあります。マルクト教会にあったステンドグラスの絵を模写したもの。こちらに説明文がついていて、1284年聖ヨハネとパウロの記念日6月26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に130人のハーメルン生まれの子供たちが誘い出され、コッペン近くの処刑の場所でいなくなったとあります。死体が見つかったという記事はなく、まるで神隠しにでもあったかのように消えてしまったのでした。このヨハネ祭ですが、6月26日にドイツのほとんどの町や村で火が燃やされ、人が集まって歌い踊り出す。キリスト教以前の宗教形態もミックスされていて、焚き火がつけられると心が躍り、町中を練り歩いたりして日常の鬱屈とした生活から一時的に解放されました。大人は祭りの興奮の中に我を忘れてのめり込んでいき、子供のことなど忘れてしまう。子供たちももちろん興奮し、思い切ったことをしてしまいます。ハーメルンは当時人口約2000人で、かつては外敵や猛獣から町を守るため城壁で囲まれていました。町の中は安全、外は危険という感覚がありました。一体何が起こったのでしょう。130人の子供たちはどこへ消えたのか。笛吹き男は一体何者なのか。研究者たちの仮説をご紹介します。仮説1、黒死病説。ネズミを媒介とし、ヨーロッパ中で2000万人以上の死者を出したペスト。この頃はまだペストという言葉は生まれていませんでしたが、病原菌はあってもおかしくありません。ただその概念がなかったために死神が現れて子供たちを連れ去ったと思った人もいたかもしれません。仮説2、舞踏病説。子供たちが突然踊り出す病気。1518年、ストラスブールで400人くらいの子供たちが30日間踊り続け、ほとんどの子が疲労で死亡したということがありました。1237年にはドイツのエアフルトで子供たちが200キロ先のアルシュタットまで踊りながら移動したという例もあります。この原因で考えられるのが、ライ麦などに含まれている幕閣菌の有毒作用で子供たちが異常行動を起こしたという可能性があります。
この抜覚筋についてはこんな事例もあります。1692年、アメリカのセーラム村で行われた魔女狩り。突然複数の少女が暴れ出し、セーラム魔女裁判によって殺されました。これは集団ヒステリーかとも思われたのですが、分かったのはライ麦に含まれる抜覚筋。これは幻覚など異常行動を起こさせます。ちなみに強力な幻覚剤として知られる LSD は抜覚筋から合成されているようです。子供は体が小さいため、その有毒作用がよく効いてしまったのかもしれません。仮説3、少年十字軍説。聖地エルサレムの奪還運動である十字軍、人が足りなくなり、子供たちも集められました。実際に戦地で亡くなった子もいれば、たどり着くまでに体力が持たなかったり、騙されてついていって奴隷として売られたという例もあります。この場合、笛吹き男はそのスカウトマン、もしくは奴隷商人で、美味しい話を持ちかけ、子供たちが自主的に町から出ていった。仮説4、東方移民説。実はハーメルン周辺に似た地名が見つかったため、移住した人がつけたのではないかと考えられました。ハーメルンのそばにハーメルシュプリンゲという地名がありますが、300キロ離れたところにハンメルシュプリングがあります。その他にもシュピーゲルベルク、ヒンデンブルク、エベルシュタインなど。当時、ポーランドやルーマニアといった東ヨーロッパに向かって開拓者がどんどん移住していました。実際、ルーマニアの中世の記録、キルヒャーの見聞録には、突然聞いたこともない言葉を話す子供がたくさん現れたと記されています。さて、この移民説ですが、2つに分かれます。自主的に移住したか、そうでないか。まず、自主的説。12世紀のヨーロッパの農業革命により、子供の死者数が減り、人口が増えました。城壁に囲まれた町では限界があります。当時、長男だけが土地を相続できました。長男以外の子供たちは東方植民に夢を乗せ、自主的に新天地を求めて移住していきました。この場合、笛吹き男はロカトールと呼ばれる移民請負人ということになります。笛吹き男の衣装が色とりどりの服とありますが、当時旅芸人などの衣装はみすぼらしいものでした。色とりどりの服、つまり極めて上等な服を着ていたということから、貴族からなる起業家で法的な移民請負人の使者として上等な服で、こっちに来るといいことあるよと宣伝して連れて行った。自主的でない方は誘拐説。子供も貴重な労働力だったため、ヨーロッパ各地で誘拐事件が多発していました。ヨハネ祭で大人たちが騒ぎ、子供を見ていなかったため誘拐が可能だった。仮説5、口減らし説。大人が食べていくのに口減らしとして山に子供を置き去りにする。うば捨て山子供バージョンですね。もしくは人身売買。大人たちは罪悪感からそれを隠すために笛吹き男伝説を作った。仮説6、シュピーゲルベルク家による殺害説。こちらに裂け目らしきものがあります。ここ存在したようです。ここら辺に悪魔のキッチンと呼ばれる洞窟があります。ここはキリスト教以前にあった土着の宗教の聖なる場所。その信仰を持つ笛吹き男が古の神々を称える祝祭を始めました。それは性行為が伴い乱れていました。カトリック教徒であり、当時領主だったシュピーゲルベルク家の部下たちが崖の上から大きな石を落とし、子供たちもみんな生き埋めにした。おそらく子供たちもその土着の宗教の信者と思われて殺されてしまった。さて、いろいろな仮説がありますが、皆さんはどれが本当だと思いますか？現在もハーメルンには子供たちが通って消えたとされている道は、歌や踊りが禁止の舞楽禁制通りがあるそうです。こちらの絵をご覧ください。ケイト・グリーナウェイのハーメルンの笛吹き男。子供が楽しそうに笑っています。
子供たちの陽気な感じと無表情な笛吹き男とのコントラストが怖さを引き立てています。グリム童話というのは口伝えで広まったいろいろな話をまとめたものなので、現実の事件が元になっていてもおかしくはないですよね。研究者たちがこの事件の真相にのめり込んでいくのもわかります。一体子供たちはどこに消えてしまったんでしょうか。お疲れ様でした。最後までお付き合いありがとうございました。